これは我が家で最も多く使用しているアリの飼育セットです。石膏や木材を使った飼育室に簡素な餌場が接続してあります。餌場が簡素でコンパクトな理由は、小スペースを実現したいということ、そして製作が簡単であることなどが挙げられ、実際にアリたちの飼育において問題なく使うことができます。しかし、あまりにシンプルで殺風景な餌場を常時使用していると、時折こんな気持ちが芽生えてきます。もう少しアリが生き生き見える餌場が欲しいな。今回は普段簡素に済ませてしまう餌場作りに手間とアイデアを費やし、新しい餌場を作ってみました。制作の過程や新しい餌場でのアリ観察の様子など、どうぞごゆっくりお楽しみください。新しい餌場の制作に先駆けて、今回の餌場で実現したいコンセプトをここに挙げておきたいと思います。最大のテーマは、アリたちの生き生きした姿を観察できるようにすること。そのために、以下の2つを考えながら制作を進めたいと思います。1つ目に、実際にそのアリが生息していた場所の風景を思い浮かべてレイアウトを作ること。そして2つ目に、極力人工物に見えるアイテムを置かなくて済むようにすることです。それでは早速制作に取り掛かっていきましょう。それでは最初に今回の餌場作りで使用する材料を確認していきましょう。まずはキャンドゥで購入したクリアボックス。全面透明なボックスで上部の蓋が開閉可能です。サイズは縦 97mm、横 68mm、高さ 71mm です。レイアウトに使用する石膏です。石膏プラスターという名前のもので、粘り気の強い石膏です。金網のメッシュ。非常に目の細かいメッシュで、蓋の部分に取り付けて通気口にしようかと考えています。レイアウト用の小石や造花、木の枝など、これらを配置してアリたちが活動するフィールドのような風景が作れたらいいなと思います。外径 15mm、内径 13mm のビニールチューブ。これを使ってちょっとした仕掛けを作りたいと思います。そして最後に UV レジン。紫外線で瞬時に固まる素材で、これも今回の餌場作りに利用したいと考えています。最初の工程は水飲み場作りです。外径 15mm、内径 13mm のビニールチューブを適当な大きさにカットします。水飲み場がどのように機能するかについては後のお楽しみです。次にこのようなシリコン製の型と UV レジンを用意します。型にレジンを適量流し込み、さらに先ほど切り出したチューブを置きます。チューブの下面とレジンの間に隙間がないことを確認したら、UV ライトを当ててレジンを固めます。1分ほどでレジンは完全に固まります。出来上がったものを型から取り出してみましょう。チューブ底面がレジンで埋まり、容器のようなものができました。いい感じです。出来上がった直後はまだレジンの化学的な匂いが強いので、1日ほど放置して状態を落ち着かせましょう。2つ目の工程は通気口作りです。蓋の中央に大きく穴を開け、メッシュをかぶせて通気口にしたいと思います。今回は電熱カッターを使い穴を開けていきます。できました。
綺麗に穴が開きましたね。いい感じです。穴を開けた部分に金網のメッシュをかぶせていきます。穴よりも少し大きく切り出したメッシュを設置して、接着は UV レジンを使って行います。一辺ずつ隙間のないように接着していきましょう。できました。メッシュがしっかりと固定され、脱走の心配のない通気口が出来上がりました。3つ目の工程は穴開け作業です。まずはシークストの接続口を設けるため、1箇所に穴を開けます。電動ドリルは危険なので、扱いには十分注意しましょう。できました。きれいに接続口用の穴が開きましたね。今回はさらに別の側面に小さな穴を開けておきます。できました。ごく小さな穴ですが、今回の餌場の設計上ポイントとなる穴です。チューブ接続口と側面の小さな穴開け作業は以上で終了です。4つ目の工程は水飲み場等の設置です。先ほど作った水飲み場容器をケース床面に固定します。この後床面は石膏で固めるので、ここで行うのはテープでの仮止めです。チューブ接続口にチューブを取り付けます。さらにケース側面に開けた小さな穴からシリンジの先端パーツを差し込みます。ここでのポイントはパーツ先端が水飲み場容器へと向かうようにすることです。5つ目の工程は石膏式レイアウトを施すことです。床面に石膏を敷き詰めて、そこへフィールドをイメージしたレイアウトを作っていきます。石膏を敷く際のポイントは、水飲み場が風景に溶け込むよう、ギリギリの高さまで石膏を流し込むこと。そして水飲み場へとつながるシリンジパーツが完全に埋まるようにすることです。レイアウトに関しては、アリを野外で観察した場所の風景などをイメージしつつ、観察に支障が出るような複雑なものになりすぎないよう、バランスを考えながら組み立てていきましょう。できました。このまま乾かして石膏を固めましょう。石膏の乾燥を待つ間にこんなものを作ってみました。レイアウト用の小枝に直径 4mm の穴を開けます。この時穴は貫通しないよう注意しましょう。できました。これは観察用の蜜餌皿となります。この穴に蜜を垂らし、餌場に設置します。木から染み出した樹液を飲むような姿が見られたらいいですね。餌場が完成したらこれも使ってみましょう。石膏が乾燥し、完全に固まりました。新しい餌場の完成です。レイアウトのイメージは、風通しの良い森の中の地表。多少はそんな雰囲気が出ているでしょうか。
さて、最後に水飲み場に差し込んでいた部品を引き抜きます。石膏が固まっているため、引き抜いた後には餌場の外から水飲み場へとつながる細い穴が出来上がっているはずです。これはどのように使うのかというと、餌場の外から餌場の蓋を開けずに飲み水を供給できる仕組みです。レイアウトの中に溶け込んだ様子は森の中の小さな池のようですね。給水穴は直径 0.5 ミリ程度。よほどの小型種でない限りは脱走はできません。さあ、これで今回の新しい餌場、水飲み池付き自然風レイアウト餌場の完成です。新しく製作した餌場は2つ。いざ飼育コロニーの餌場として実際に使用し、アリたちの様子を観察してみましょう。いかがだったでしょうか。今回はアリたちの生き生きした姿を観察できるようにすることをテーマに、自然風レイアウトの新しい餌場を作ってみました。アリたちが生活する自然の森をイメージしたレイアウトにすることで、今回餌場を接続した2種、アメイロオオアリとトゲアリの美しい姿が際立つようになりましたね。また、今回は風景に溶け込んで、給水時にもアリたちにストレスを与えないような水飲み場も考案してみました。CX の制作とは違った自由度のある手作り餌場。アイデアを凝らしながら制作を楽しんでみてはいかがでしょうか。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。